まだ夜も明けきらない早朝、エリア・トラウト日本代表は試合会場に入り、静かに準備を進めていく。第5回トラウトエリア世界選手権、その舞台となるのはイタリア中部に位置するラゴベッキオ・ムリーノ。エリア・トラウト世界一を決めるこの大会はデイ1、デイ2、2日間の総ポイントで争われる。そして今大会には18カ国がエントリー。各選手は自国以外の選手と対戦し、1日17試合、2日間で合計34試合という過酷な戦いに挑む。世界の頂点をかけた戦いが今幕を開ける。今回イタリア開催ということで、前回も3位だった強豪国イタリアがホームなんで、かなりやっぱいい釣りしてくると思うんで、イタリアの選手とどのタイミングで当たるかっていうのはすごい楽しみ。できれば早い段階で当たるといいかなっていうイメージはあるんだけど、もつれてくるとやっぱりその地元スペシャルみたいなのがおそらくあるから、それがまだ発揮されない早いタイミングでスタンダードな釣り合いだったらいい勝負ができる自信はあるから、そのあたりも重要な勝負どころになってくるかなと。あとはやっぱりこの1年で全選手相当上手くなったなっていうのが昨日見てて思いましたね。文化的な発展をすごい感じたというか。昨日やった感じもいい感じではあったけど、昨日よりも放流量が多いという情報なんで、その割にで、針はハニカム5番、いつも通りのセッティングでスタートしてやっていこうかなっていうところかな。今日は多分エステル03でいくと思います。S2 の方で S2 の03でだからそのエステルのねセッティングの方とプラスアルファ放流用で、いつものフロロと日本どちらでもいけるような形にはするかな。いかんせん魚が小さいからさ、すごい放流といえどもね、デリケートな状況になっていくと思われるので、前回大会世界王者となった日本チーム。その実力は開催国イタリアでも大きな注目を集め、地元メディアから取材を受ける。いやもう本当に綺麗な施設で感動しました。この大会は、僕らにとってもすごい特別な大会で、今年もこれに出られることを誇りに思います。 Thank you very much and good luck. Thank you. Stay strong. Yeah. 念願の。じゃあ今年は去年5人で来た時と違って、サポートの皆さんも来てくれて、心強い限り、精一杯やりましょう。頑張るぞ。行ってきます。Al volo i giudici siete voi, ok? Quindi di conseguenza qualsiasi cosa che a qualcun altro al di fuori di voi. Good morning. よろしくお願いします。Good luck. 伊藤選手の初戦の相手はブルガリア。いよいよ世界一をかけた戦いが始まる。しょっぱな俺金じゃない。30 seconds. チャートブラックスタート。さあいよいよ Day1 始まりました。これ緊張しましたね。めちゃくちゃ緊張してる、状況のよく分かってないし、
で水の色がさ、なかなかあまりない水の色だったよね。なんか白っ白ぽいっぽい。泉みたいなそう。いい感じ。僕ら前日プラをうん。この前の日にして、入ったわけですけど、もう釣れるなっていう印象でしたね。うん、素直に食ってくれる。とはいえだよね。とはいえだとね、放流量よくわかんないし。でこの僕がやってた第一試合っていうのがちょうど池の端に当たる部分だったんですけど、ここはそのポンド全体見ても一番釣りづらい、やや難易度が高い場所でしたよね。でちょっと浅かったですかね、そうだね、水深的にも。特にこの場所も含めて、これ意外にこのルールがさシビアじゃなかった？これキャスト方向が難しくて、で特にその後ろにいた審判の方もここは相当辛いというか、ジャッジがシビアだったなっていうとこありましたね。さっきもアウト判定ってなってるでしょ。でど真ん中に投げたのにアウトって判定されちゃうこともあってちょっと判定が揺らいでるかなっていうのがありましたね。で放流だと最初手前で釣れるけど、徐々にその時間の経過とともに沖を狙わなきゃいけない展開になってきた時に、距離出そうとするとどうしてもほんの少しのズレが着水地点のズレにつながりやすいじゃないですか。そういうやりづらさはある中でも後ろでアウトって言われるからね、なんかドキッとしますよね。ドキッとするね世界大会だからっていう考え方があると、多少のズレはなーって感じちゃうけどね。いきなり1試合もちょっとそう停滞スタートっていう感じですよね。でも言うだよ、いつもここからだもんな。立ち上がりバツなんだよね。いや、やられちゃいました。だって本人忘れてないもん。やれ抵抗はつかめてきたんで、この後頑張ります。それに慣れちゃうのもどうかと思うんですけど、いやでもそこでいろいろほら言えることもあるじゃない、当日のさ状況がさ。でこの世界選手権は、1試合やるたびに場所を大きく移動して、簡単に言うと大体池の4分の1周ぐらいずれてやっていくような感じです。で1日17試合タフでしたね、今回も。やるわけだよね。あとこれ1匹釣るたびに、チケットって言えばいいの？なんていうの？今回コインでしたね。コインをもらうわけだ。これも独特なルールだよね。で今回のこの大会がイタリア開催ということで、イタリア、一昨年のブルガリア大会でも上位に入賞してたチーム、で加えてホームのリもあるというところでも、優勝の大本命のイタリアとの対戦というところで、もうここはね、もう理屈を超えて勝つしかないっていう気持ちでこの時はやってましたね。もう競ってるね。前半だけでこれだけ釣れてるんだ。すごいな。ちょうどポンドのやや中央より、一番終日釣れてたあたりでの、で活性の割にはその魚が遅いというか、そのすごいやってれば釣れる状況なんだけど、あんまり速いスピードだと追いついてこない、口を使わせきれない、やっぱこの白濁りの影響なのか、ちょっと魚遅いなっていう印象で組み立ててくる感じでしたね。これは2グラム台？そうですね、この時はデイジンの2グラムを使ってましたね。この大会がプロトタイプ OK ということだったんで、開発中のルアーで、シルエットが大きくて、板厚がそれに対してやや薄くてゆっくり曲げるので、これでちゃんとアプローチがしやすいような。2試合目はね、1試合目が嘘のようによく釣れて勝ちました。
そういうのしかもイタリアに勝てたのはでかいですね。今回大本命のイタリアに勝ったんで、ちょっと最初の負けを取り戻せたかなみたいな感じ。向こうの人たちの釣りのスタイルって大体がこの棒立ちか立ち方がさ、ああそうですね。前かがみか、前かがみの選手も多か多かっですね。ったたよね。腰疲れないのかなみたいな感じ。座って釣る人があんまりいなかったかな。あ、確かにそうですね。でまた場所を移してきて、池の端々結構難しかったんですよね。魚影はそれなりにね、あるんだけどど放流魚があまりいないという感じでしたかね。なのでもう3試合目にしてかなりルアーを落として、この時シャースフィーの 0.6g。前日にもう分かってた？そうですね、プランの段階で、なんか寄り添う釣りというか、食わせにある程度持っていけば、ある程度数は釣れるかなという。ここはね難しいらしいんで、とりあえずまずは1本。キルギスで池の反対側にまた移動してきての4試合目、ここもなかなか難しかったですね。まあ福田さんはここ釣ってましたけどね得意ゾーンここフィネス優勢でしたよね。そう間違いない、いかに食わせていくかみたいな、パワーゲームはあまり通用しなくてじっくり食わせていく展開がここはめっちゃいい当たり出してるわ。全然難しそうにやってないけど釣り方はこの時は合ってたと思いますね。ある程度計量スプーンで食わせていく展開、結局マイクロはフィーの06、あとはジキル L0.6g、ジキル L 聞いてたな。聞いてましたね。Okay, thank you. この辺りの釣り竿も結構釣りやすかったですね。真ん中へね、真ん中らへんですね。ちょっと魚遠い時もあったけど、少し大きめに、でも初日は手前もまだまだ引いていたって感じかな。もう順当に、このフィネス戦略というか、軽いスプーンで食わせるのが効いてる間っていうのは僕らすごいやりやすかったですね。そうだね。お家芸というか、得意な釣りが前面に押し出してるような感じ。そういえばね、海外の人たちって針交換してる姿見てないんだよね、試合中とかに。そうかも。それをすごく感じてたんだ。持ち込み数も多かったから、そうだ、そう10タックルぐらい持ち込んで、普通に10タックルだもんね、今ね。直さないでダメになっちゃったらタックルごと交換するみたいな感じですかね。だから我々みたく針を変えて当たりを変えるとかさ、質を変えるとか、そういう感覚っていうのはあんまりないのかもしれないよね。そうかもしれないですね。フィールドの性質的に、このタイミングがやや特殊で、普段ここまでマイクロスプーンとかがはまる環境っていうのがおそらく少ないんじゃないかな。だったらそのルアーのパワーでその質も変えていってしまうっていう考え方なのかもしれないな。海外でのそれこそルアーの売り上げとかを見ても、やっぱり重ためのルアーがよく売れるっていうのはあるので。よしよしよし。ずっと6勝だね。なので、この初日特に立ち上がり午前中ぐらいは、さっきも言ってたマイクロスプーン展開、我々が最も得意とするような釣りっていうのが通用しやすい。そしてここからは福田選手の戦いに密着する。牧野スペシャリストはこの舞台でどんな戦略を見せるのか。お休み中。でお昼を挟んだ午後1ですね。この場所はいわゆるあれだ、大きめにそうですね。こっち側の岸の中央付近は結構魚遠い感じですよね。大きめ狙い。
多分これドリスピだな、飛距離はね。そうだね。2グラムだな。結構ね、これドリスピのそのなんていうの、泳ぐ角度を変えることですごく当たりが。角度。姿勢ね。姿勢ですか。姿勢だな。立たせるとどうなる感じですか。切り返しが小刻みになる。そう、結局その多分ね、その針のとのコンタクトもあるのかなと思いながら、レンジは例えば竿を上にしてるからレンジ上に引いてるとは限らないじゃん。これでもやっぱり表層引いてるイメージだし、ただその姿勢を変えることでその当たりの質が全然変わって、その当たりがちょっと小さくなったり鈍くなったら姿勢を変えてあげるっていうやり方でやってたのかな。釣れるな。気持ちいいね。釣れるな。午後一でこれですね。朝放流入ったきりでずーっと釣ってきてこのタイミングなんで。これ最後スプーン、思い出した。これ直流の09。09。完璧だぜ。ずっとすごい釣れます。今のは良かったぞ。すげえ釣ってきたな。Thank you。白や9。Thank you。でまた場所変わってきて、この辺りは手前も結構いましたね。ライズもしてますね。こう見ると。全体的にちょっと浮き気味だったのかな、これは。似てるなっていう感じしました。時間の経過とともに浮いてきたような感じ。放流魚なんかそれこそ中層がすごい良くて、中層ゆっくりめっていう感じでしたけど、プレッシャーかかって中層の魚から枯れていって、で表層はいつまでもある程度釣れ続ける。基本差を立ててますもんね。上にいるぞみたいな感じですね。で魚が遠ければドリフトスピンを使って、手前にいれば持久レードを使って。対戦相手も釣りますね。釣りますね。本当皆さん釣ってくるよね。ね。くっそ。追いつかれた。Thank you。当たりがちょっと変だったな、ここ。本当たまにあるな、これ。この辺りからやっぱりプレッシャーで当たりの出方が変わってきたかなっていうところ。反応はするけどっていうところなんだよね。乗せきれない当たりが増えてきてるような感じ。珍しく結構向きになって合わせてますもんね。釣るぞみたいな。多分ね、当たりがどの合わせとどれがいいのか分からずやってるから。とりあえず合わせてみようみたいな。いやー、どうすりゃいいんだろうあれ。思いつくことはやってんだ、いろいろ。そうなんだよ、いろいろやってんだけどな、変わらなかったっていう。映像から苦悩が伝わってきましたね。そっか、見てて分かんのか。だって普段あんな合わせないから。そして鬼門のこのポンド端、ここ難しかったですよね。前半0-0でお互いに。もうこれで後半か。これ本当直で06で
気持ちいいやつ気持ちいいやつ微妙に巻き下げて食わせたというこれ本当真骨頂なんだこれ、でこの1匹でいやこれはもう間違いなく勝ったなという別に油断ではなくてさ、ずっとここに来てたからここまでの時間来てたから。ドイツチームのキャプテンのカスパー氏がこの時相手ですけど苦笑いしてましたねやられたって感じ。カスパーいい人だからな。でもここでつってこれ残り20秒でしょ。そうですね。20秒ないぐらいか。釣ってきたよ。今度は俺が苦笑いで。なるほど。さすがやるな。ちょっとこれで大きかったなこの引き分けは。一生欲しかったな。カスパーがこの間会った時に、この時の映像は必ず使ってくれてる無事使われてますねであっという間に初日もこれ最後の試合ですね。17試合目18カ国がこの大会に参加したんで、自分たち以外の国全てと総当たりってところで1日17試合なかなかないよな。1日17試合やるって、インターバルも結構短かったですよね。もう場所移ってライン1本か2本結び替えたらまたすぐそうだね。合間で記念撮影したり、サイン求められたサインしたり記念撮影多かったな。見た目以上に結構忙しい。対戦相手差をめっちゃ10本ぐらい。本当にみんな多かったもんな。ロットスタンド本当にちゃんと10本あるんだもんね。10本のロットスタンドが、なんでそんなに少ないのって質問されたもんね。そうですね聞かれましたね疲れたね。これ明日もやるんだなこれを。本当に、やったー。いやでも本当によく釣れる試合だったな。Day1 が終了。福田選手は39ポイントを獲得し総合9位、杉山選手が10位、伊藤選手が23位、そして荒川選手は32位となった。チームランキングはイタリアがトップ、日本は4位でDay1を終える。連覇を狙う日本チーム、逆転の可能性を残し勝負は最終日へ。全ては明日のDay2で決まる。